仲いい女子アナに後ろからちょっと待ってやめてよ。見えてる見えてる見えてる。取ってくれないの？これで強いです。初心者の方とか子供たちでも簡単にいつものトイレのミニマム版みたいな感じで使えると思うので。でございます。ルンルンお願いします。ゲンです。お願いします。本日もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、こちら便座が組み立てられる携帯トイレでおしっこします。しかも使い捨て。はい。これはいつもと全然違う。いつもは袋状になったものでトイレすることが多いじゃん、はい、携帯トイレ使い捨てってなったら、でもこれは携帯トイレで使い捨てなんだけど、中になんか厚紙みたいなのが潜んでいる感じがしまして、それを組み立ててもうまさに便座みたいなのが作れるってパッケージには書いてある。なるほど。まだ開けておりません。便座が作れると何がいいかっていうと、これすげえなって思ったのは、ドライブしてて、なんかまあ子供なり自分なりが、トイレどうしても我慢できないよと、なった時に、こういう袋状でおしっこするとなるとちょっとこうお尻ずらして角度作んなくちゃいけないじゃないですか。そうね。椅子がここまで来ててみたいな。でもこれは話によると、便座がもう出来上がってるので座れる椅子の上にこいつを置く、そして私が座るということができるそうなんです。ただちょっと体荷重が80キロまでだから、あんまり重い人が全力で座るとぶっ壊れると思うんですけど、ただの紙になんねんな。そう、女性とか子供は全然いける余裕でしょっていうやつです。どんだけ耐えられるのかとか今日ちょっと試してみたいなと思います。確かに。体重は言ういや、それはまあトイレ見せれて体重言えへんの。50キログラム。オッケー。私は80。80キロと50キロの夫婦で、ってことはケンちゃんは多分無理ね。だよね。後で座ってみようか。男子がどうかっていうのもやりたいと思うんで、はい、やりましょう。じゃあ組み立てます。はいよ。旅バナナ。やっぱいいね、この座れるテントは最高だね。ありがとうございます。なんか3回分入ってんだって。袋は3回分、あとこれ凝固剤、高分子吸収樹脂って書いてあるけど、これと袋は多分3回分で、本体の便座は1回分なんじゃないかなって。なるほど。結構ペラペラよ。マジ？大丈夫？付録よりなんか弱そうだよ。ちっちゃいな、思ってるより。ちっちゃい。まあでもこれだけありゃいけるかなとは思うけど。どんな感じ？まあだからこれが便座だよね。あ、もうすごいやってくれてる。1回目すぐいけるように。このひと手間はすごいですわ。こうですよと、中に段ボールの便器があって、もう1回目はこの袋がかぶさった状態でもうこうやって開いたら完成する。そうですよね。悠長にやってらんないですもんね、1回目は。あ、確かに。これ作ってる株式会社ケンユーさんは、トイレめっちゃ出してて、ポータブルトイレすげえじゃんと思って興味あって調べたんだけど、健康関係の日用品、例えば北海道とか、あとアイスノンみたいな氷枕とか、そういうのを作ってる会社なんです。非常用のものもいっぱい発売してるみたいな。ケンユーさん覚えてください。ぜひ何らかの形でコラボさせていただきたい。本当にぜひよろしくお願いします。で、そんなケンユーさんがこういうね、ちゃんとこうパッとできるように1個目をこう手作業でやってるんでしょうか。やってくれてんですよ。1個目のセットちゃんと刺さってる横。そのあ、刺さってんねや。それもやらなきゃね。あ、なるほど、そうなってんねや。で、ただこれペタってなってたのを広げるだけで、ここにね爪みたいなのが存在するので、この爪をこの穴に入れる、引っ掛ける。そしたらもうこれで強いです。思ってるよりちっちゃいな。本当だね。でこいつ便座をかぶせる。差し込むねんな、切り口に。これすごいやん、できたら。めっちゃ簡単な感じ作りだけど、心配なのはおしっこここにかかるよね。じゃあ袋を下にかぶすんじゃん。いや違うのよ、それが。まあ確かにこれもできるわ。下にもできるけど説明書では上なんや。そう、こういうこともまあできるよね。この方が良くないですか、片付けも。なるほど。でもまあ説明書通りやってみて、そこが濡れるかっていうのを、びしょびしょになるの覚悟してやりたいと思います。いやー、ケンユーさんいいね。このやっぱりさ、1回目をはめてくれてるっていうのは本当にかっこいいです。名前もかっこいいもんな。ケンユー。ケンユー。はい、
こうだよね。そうですね。可愛い。何ぐらいだろう、顔ぐらいって感じ。ほんまやな。いけるかいこれで。君の顔はスイカぐらいあるからな。でかっ。スイカもいろいろだよ。で凝固剤を入れます。開けるタイプね。そう、開けてサラサラの粉になってますんで、でまあ私はこれごとポイってしてます、はい、いつも。これおしっこだけなんかな。おしっこのことしか書いてないかな。まあやろうと思えば子供やったらできるよね。まあ大人はね。そうだね、たまにこれ以上のうんこ出る時あるもんね。ないわ。ケンちゃん見て見て、すごい出たみたいな時さ。で売りはですね、まあ座って使えるでしょ、それから組み立てが簡単、この本体は組み立てた状態で袋を取り替えるだけで3回使えます。凝固した尿は水を加えるだけで簡単にトイレに流せます。一回固めて持って帰ってシャバシャバにしてまたトイレに捨てればいいよ。じゃあこれダメだね、捨てない方がいいね。あと凝固剤でおしっこを素早く固め、匂いも包むのが売りで、座ってやるからスカートとかバスタオルで大事な部分を隠せるので音も気になりません。なるほど。っていうのが売りだそうです。まあ今日はちょっと分かりやすくするように、あえて見えるようにはしますけどね。そうなん。じゃあはい仕入れ。はい。やっぱそれ脱がなあかんやな、さすがに。そうか。脱ぎ切らなあかんな。パンツは廃れるパターンの。パンツは廃れるパターンね。なんで、ちょっと分かりやすくするために、こう足にはめてみると、まあこのぐらいのサイズ感です。座れますね。重さに耐えられるのかどうか分かんないけど座れます。じゃあ座ってみるよ。サンクチュアリ思考じゃないのよ。逆じゃない？逆って？便器が。そんなことないでしょ。前に前が高い方だ。本当だ。ちょっと思考踏み直しで。こういうことですね。そうですね。こうですね。はい、見えてない、大丈夫。こう。いや見えてない、大丈夫。まあそうですわな。ちょっとね、体重をかける位置をうまく調整しないとぶっ潰れそう。上からしっかりこうバランスよく座るじゃないと片方に傾くとクシャンってなりそうで。そうか。結構だからちびっ子がそれを理解するの大変かもね。では膝をって書いてあるの。そう使い方としては車に座ってる時に車のシートと自分の体の間に入れて座る、それから正座で座る。こういう風に、これがなんか正しい使い方みたいな感じです。ってことはやっぱこうした方がいいよね。そうですね。こうだよね。際どいな。なんでシャツにしたんや。すごい。どう？いいですね、いいですね。それいいですね。いきます。出てる？ちょっと待って、ちょっとずつ今試しながら。数ミリリットルずつ。伝ってはない。前回、女子アナに後ろからちょっと待って。やっぱやってる時は喋れへんねや。でも調子良さそうやな。トイレに調子いいとかないけど。待って、笑わせないでよ。ピュッピュッピュッピュって出る？ピュッ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 。やめてよ。おお。国籍変わった。そうか、ランマみたいにやってる時はなんか変わんねんな。水かぶるか水出すか。変わる。どう？いや見えてる。やっぱり国籍違うな。見えてるな。ちょっと待って。まず拭かして。
出たリポートするね。多分漏れてないの、前回女子アナの福井アナにわさびさん後ろに隙間があってそっから漏れてるって指摘されたじゃん。ご覧になってない人は見てほしいんですけど、でそれ初めて言われてなるほどって思ったんだけど、ちょろちょろ出しするとお尻からこう伝ってその範囲外に出ちゃうのね、だけどこれ範囲がめっちゃ広いから自分でちゃんとこういうふうにグッて足で踏ん張れるから。しかも広がってんのかお股が。まあ多少はなんか範囲が広いから外に出そうになって伝っていっちゃってるやつもちゃんと落としてくれる中に。なるほど、いい商品、いいはずです。これはちょっとこぼれてないかどうか見たい。すいません、拭くものを取ってくれない？取ってくれないの？拭くもの？ありがとう。よし。おお、固まってます。いい感じに。なるほど。ちょっと心配だったのが、この紙製の便座におしっこが引っかかっちゃってボロボロになるんじゃないかと思ったんだけど、確かに一滴ツンってなってちょっと染みてんのがあるの。だから永遠に何回も使うの難しいけど、まあ1日3回ぐらい使うのは全然余裕だと思います。ただちょっと夏とか汗かきすぎると良くないか。じゃあ弱くなっていった。そうだね、血汗は染みていくね多分。じゃあほんまに男性はもう血汗の塊みたいなやつ。マジそうなん知らなかったんだけど。だからここの口がとても広いのでほとんど濡れてないし、穴に指摘されたお尻を伝って外に出ちゃうっていう現象がかなり抑えられる。だって口が超広いからこんなにあるから。それ今服濡れてんのはおしぼり？そうっすね、おしぼりです。はい、こぼれてません。実はさっきね便座を差し替えました。さっきドローンのシーンを撮影するのにこれに全体重をかけて50キロの私が座り続けたらベコベコになりました。5分ぐらいね。そうなんでやっぱり膝をつくなり、足の裏をどっか地面につくなり、でこれに全体重かけない方がいいね。当たり前やろ80キロ耐えられるって聞いたからさ余裕じゃんと思って座ったんだけど全体重はやっぱ無理やろ。全体重はやっぱ横からのなんか衝撃に弱いんで、でもこういうポータブルトイレ初めての人でもやりやすそうやね。そうそう、外すってことはないと思う。最初ちっちゃいなサイズって思ったんだけど体勢が理にかなってるからね。穴が広いですし、体勢取りやすいから、すごい初めての人におすすめだと思う。もう便器の穴とトイレの穴と尿道の穴で3つぐらい穴出てきてるからややこしいのよね。そう、穴に生かされてる私たちはです。はい、穴に生かされてるっつったらまた意味が変わってくるし、ね、じゃあしまってみようか。で、取り替えるんだったらこれを外して、この袋を外して、次の袋に入れ替える。でこいつはかなり無事ですから頑丈で、これに、袋をまたもう1枚かぶせたら2回目使えるっていう感じなんだけど、でこれ爪外すだけで折りたたみもできるから、全然ねずっと作っとかなくてもいいですよね。だ整理するとセット内容が、白の1個の便座に対して、ビニールが3枚、それの3セットがAmazonで売られてました。そうです、そうです。でこういう状態なんでいいですね。色も中和してて、そうそうそう、黄色がよく分かんなくていいよね。濃い緑で、でこう縛りまして、今の3セットの中についてんねや。持ち帰り袋が入ってるんで、これでこういいっすね。で家に帰ったら水でジャバーって薄めたらトイレにも流せますよっていうやつなんで。緑は中まで入れ切った方がいいんじゃない？せっかくやからね。そうそう、細かいけどね。そう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 、細かいね毎日これだよ、毎日これはい、でできました。これで持って帰ります。いいねこれ、本当に初心者の方とか子供たちでも簡単にいつものトイレのミニマム版みたいな感じで使えると思うので、ぜひ車に1台とかおすすめです。あと、災害時のために避難用のバッグに入れとくとかおすすめです。以上でございます。ということでですね、このチャンネルがちょっとでもいいな、面白いなと思っていただいた方はぜひいいね、チャンネル登録、そしてスーパーサンクスというものを大募集しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。以上です。便座から覗くな。